今日は蛇腹きゅうり漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は蛇腹きゅうり漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きゅうりのシャキシャキザクザク食感が楽しめる美味しいきゅうり漬けを作っていきたいと思います。今回ね、蛇腹きゅうりといってちょっとね変わった切り方をしていくんですけれども、その切り方をすることによって調味料の漬け込み時間0分で作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、お醤油、ごま油、お酢、お砂糖、おろしにんにく、白すりごま、鰹節、お水、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。今回入れるね、白ごまはすりごまですね。こちらを使用していきます。もしない場合は普通のね、粒状になってる白ごまを使っていただいても OK です。で、あとですね、ピリ辛にしたい場合はここに少し豆板醤を入れるか、または唐辛子を輪切りにして入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、きゅうりを蛇腹切りにしていきます。このきゅうりの両先端をまず切り落としてください。で、この蛇腹切りっていうのはきゅうりのね3分の2ぐらいまで斜めにね細かめに切れ込みを入れて、で反対側にもね同じように切れ込みを入れていく切り方です。そうするとねきゅうりがビヨーンと伸びる感じになります。これをやるときに補助としてこちらの菜箸をね両端に置いていただくと、きゅうり全部を切り落としてしまうことを防ぐことができます。もしね慣れてない方はぜひねこの方法でやってみてください。慣れてる方はね菜箸なしで切っていただいて OK です。で、切るときね菜箸がちょっと動きやすいので手でちょっと押さえながらね切っていきましょう。このように斜めに切れ込みを入れます。で、あとはですね少し細かめにね切れ込みを入れていきましょう。こんな感じ、このぐらい細かめに切れ込みを入れてください。では残りもね最後まで切っていきます。はい、こんな感じで切れ込みを入れてください。そしたらこちらの面を下にして、そしてまた菜箸で挟んで同じように斜めに切れ込みを入れていきます。手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。はい、 OK です。反対側も同じように切れ込みを入れてください。で、こんな感じで切れ込みを入れていただくとビヨーンときゅうりがこのように伸びます。それでは残りの1本も同じように切ってください。で、そしたらですね、こちら切ったきゅうりをだいたい 3,4 センチ幅ぐらいに切っていきます。食べやすい大きさに切っていただいて OK です。はい、こんな感じに切ってください。ではもう1本も同じようにだいたい 3,4 センチぐらいを目安に切っていきましょう。きゅうりの準備はこれで OK です。それではですね、ポリ袋の中にきゅうりを入れます。そしてここにお水で、あとは塩を入れます。そして一度ね全体を混ぜましょう。空気を抜いて口を縛ります。そしてこのまま一旦10分漬け込みます。それではね、塩水につけている間に調味料を混ぜていきます。器にお醤油、ごま油、お酢、お砂糖、そしておろしにんにくを加えます。こちらをよく混ぜましょう。で、お砂糖のねシャリという感じがなくなるまで混ぜてください。はい、これで OK です。はい、きゅうりが漬け終わりました。このように塩水につけていただくときゅうりがしんなりして味が染みやすくなります。そしたらね一度水を切ります。きゅうりはですねしっかりとキッチンペーパーで水分を拭き取ってください。はい、このように水分を拭き取ります。で、あんまり強くやりすぎるときゅうりが崩れちゃうので強く握りすぎには注意してください。そしたらボウルの中にきゅうりを入れます。はい、こちら合わせておいた調味料を加えます。回しかけてください。そしてここに白すりごま、あとは鰹節を加えます。そしてこちらを和えましょう。はい、このようによく絡めば OK です。これで完成です。はい、これで蛇腹きゅうり漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ですね、彩りに輪切りの唐辛子とあとは白ごまをかけました。こちらはお好みで OK です。このようにしっ
っかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。蛇腹切りもねこんな感じになってます。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。きゅうりにしっかり味が染み込んでてすごく美味しいです。あとねこの蛇腹切りにしたきゅうりの食感がすごくいいです。美味しい。味付けもバッチリですね。ごまのコクも加わって、かつね鰹節の出汁も加わって、さらにさっぱりしててね、これはちょっとやみつきになりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の蛇腹きゅうり漬けのポイントです。まずですね、きゅうりは蛇腹切りという切り方をしました。この切り方をしていただくことで短時間できゅうりに味をしっかりとなじませることができます。で、このきゅうりのね切り方のポイントとしては、きゅうりのだいたい3分の2ぐらいまで細かめに切れ込みを入れてください。今回は菜箸できゅうりを挟んで切り落としを防ぐ方法で切りました。で、慣れてる方はね菜箸を外して切っていただいても大丈夫です。菜箸で挟むとちょっとね菜箸が動きやすいので、こちらのね押さえてる手で箸も一緒に押さえながら切るようにしてください。そして表面が切り終わったら切り口を真下にして、そしてまた同じ方向に斜めに細かく切れ込みを入れてください。そうすると綺麗に蛇腹切りすることができます。そして蛇腹切りが終わったら食べやすい大きさですね、だいたい 3,4 センチぐらいの幅に切っていただいて、その後塩水につけました。で、この塩水につけていただくときゅうりがしんなりして味が染みやすくなります。そして塩水につけたきゅうりはですね、しっかりと水分を拭き取ってから調味料と和えるようにしてください。今回最後に分量外なんですけれども、唐辛子とあとは白ごまをトッピングしました。こちらはねお好みでやっていただいて OK です。さらにピリ辛にしたい場合は豆板醤を入れたりとか、あとはラー油を入れたりね、いろいろアレンジも楽しめると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は蛇腹きゅうり漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。